解説。日本映画の黄金時代、20世紀の映画スター女優重選。ねえ、マリサ。ふと思ったんだけど、20世紀の日本の映画ってどんな感じだったのかしら？今みたいに CG もない時代に、観客を夢中にさせた女優さんって、どんな人たちだったのかなって。いい質問だなレイム。20世紀の日本映画界はまさに黄金時代さ。テレビが普及する前、映画は最高の娯楽で、スクリーンに映るスターはみんなの憧れだったんだぜ。そうなんだ。じゃあ女優さんも、今とは比べ物にならないくらい特別な存在だったのね。どんな方たちがいたのか、すごく気になるわ。彼女たちは美しさだけじゃなく、その演技と生き様で日本中を熱狂させたんだ。今回はそんな黄金時代を彩った伝説の女優たちを、私の独断と偏見で選んだランキングで紹介していくぜ。第10位、岸恵子。第10位は、その知性と美しさで国境を越えて活躍した女優、岸恵子だぜ。彼女はただ美しいだけじゃない。自らの意志で道を切り開いていった。まさに国際派女優の先駆けなんだ。国際派女優。なんだか響きがかっこいいわね。日本だけじゃなくて、海外でも活躍されたってこと？その通りだぜ。岸恵子は1951年に我が家は楽しでデビューした後、1953年に公開された君の名はでヒロインの氏家真知子役を演じて、一気に国民的大スターになったんだ。この映画は、すれ違う男女の恋を描いたメロドラマで、当時の女性たちが主人公に夢中になって、彼女が劇中でしていたショールの巻き方がマチコ巻きって名前で大流行したほどなのぜ。ストールの巻き方に名前がつくなんて、今のインフルエンサーみたい。それだけ影響力が絶大だったのね。海外での活躍っていうのは、具体的にどんな感じだったの？彼女は1957年にフランスの映画監督イブ・シャンピと結婚して、パリに拠点を移したんだ。だけど、それで終わりじゃないのが岸恵子のすごいところ。フランスに住みながらも、日本の名作に数多く出演し続けたんだぜ。例えば1960年の市川崑監督作品弟。この作品では、奔放な弟をひたむきに支える姉を演じきって、ブルーリボン賞主演女優賞を受賞したんだ。さらに1964年の怪談では雪女役を演じ、その妖艶な美しさと恐ろしさで観客を魅了。この作品はカンヌ国際映画祭で審査員特別賞を受賞して、彼女の国際的な評価を不動のものにしたんだぜ。わあ、日本とフランスを行き来しながら、素晴らしい結果を残していたなんて、ただ綺麗なだけじゃなく、本当に実力のある女優さんだったのね。まさにその通りだぜ。女優業だけでなく、文筆家としても才能を発揮したんだ。美貌と知性、そして行動力を兼ね備え、自らの人生を切り開いた岸恵子だからこそ、今も色褪せない輝きを放っている。第10位にふさわしい伝説の女優だぜ。第9位、岡田真理子。第9位は、その情熱的でエキゾチックな美貌から和製ブリジット・バルドーとも称された女優、岡田真理子だぜ。彼女の魅力は、見る者を引きつけて離さない強い眼差しと、役に憑依したかのような圧倒的な表現力にあるんだ。和製ブリジット・バルドー。なんだかすごく華やかなイメージね。お父様も有名な俳優さんだったって聞いたことがあるわ。父親はサイレント映画時代の伝説的2枚目スター、岡田時彦だ。岡田真理子は1951年にデビューし、当初は小津安二郎監督の秋日和や成瀬幹雄監督の流れるといった作品で、巨匠たちに愛されるモダンな娘役を演じて人気を博したんだぜ。親子二代の映画スターなんて、まさにサラブレッドね。巨匠の作品でキャリアをスタートさせたなんてすごすぎるわ。だが、彼女の真骨頂はそこからだ。1962年、後に公私にわたるパートナーとなる吉田義重監督の映画秋津温泉で主演を務めたんだ。この作品で彼女は、17年もの間、一人の男をひたむきに愛し続ける情念の女新興熱演。これまでの可憐なイメージを覆す危機迫る演技は絶賛され、演技派女優としての地位を不動のものにしたんだ。17年間も、一人の男性を愛し続けるなんて、
役に入り込むエネルギーが半端じゃなかったでしょうね。まさに女優魂だわ。その通りだぜ。吉田監督と結婚してからは、さらにその表現に磨きをかけ、エロスや草津では実在した女性解放運動会等の絵を演じるなど、より前衛的で芸術性の高い役に挑戦し続けた。まさに、愛する監督のミューズとして、その才能を咲かせ続けた女優なんだ。その情熱的な生き様と、役に全てを捧げる魂が、今もなお人々を魅了してやまない。これが第9位、岡田真理子だぜ。第8位、岩下志麻。第8位は、気品あふれる美しさと、背筋が凍るような凄みを併せ持つ女優、岩下志麻だぜ。岩下志麻さん、極道の妻たちのイメージがすごく強いけど、最初からあんなに迫力のある役を演じていたの？いや、そこが岩下志麻のすごいところなんだぜ。彼女は1958年にデビューして、キャリアの初期はトップクラスの清純派女優として活躍したんだ。特に、世界の巨匠小津安二郎監督の遺作さんまの味では、結婚していく娘役を演じ、その儚げで気品のある美しさで観客を魅了した。当時は小津のミューズ原節子の後継者とまで言われたほどなんだ。あの凛々しい姉子が、けなげな娘役、全然想像がつかないわ。一体何がきっかけでイメージが変わったの？大きな転機は、生涯のパートナーとなる映画監督篠田正宏との出会いだな。篠田監督とタッグを組んだ1969年の真珠天の網島では、遊女と低粛な妻という二役を演じ分け、演技派としての評価を確固たるものにしたんだ。しかし、その後、彼女は大きな壁にぶつかることになる。順風満帆に見えるけど、どんな壁にぶつかったの？1973年に出産して、女優、妻、母という3つの顔を持ったことで深く悩み、2年ほどスランプに陥ってしまったんだ。だが、その壁を打ち破ったのが1977年の離れ子ゼオリンだぜ。盲目の旅芸人という難役を、共演者たちに支えられながら見事に演じ切り、第1回日本アカデミー賞の最優秀主演女優賞を受賞。この経験で女優を続けていく覚悟を決めたんだ。苦悩を乗り越えて、女優としてさらに大きく成長したのね。まさにその通りだぜ。そして、その覚悟があったからこそ、あの日本映画史に残る最大の当たり役が生まれる。1986年からの極道の妻たちシリーズだ。あんたら、覚悟しいや、の決め台詞は社会現象になった。清純な娘役から、苦悩を乗り越え、日本中を痺れさせる姉子まで、この振り幅の広さこそ、岩下志麻の真骨頂なんだ。第7位、京町子。第7位は、その日韓的な魅力と圧倒的な演技力で、日本映画を世界の舞台へと押し上げた最初の女優、グランプリ女優こと、京町子だぜ。グランプリ女優？なんだかすごい称号ね。どうしてそう呼ばれるようになったの？京町子の伝説は、1950年代に集中している。まず、黒澤明監督の羅生門。この作品がベネツィア国際映画祭でグランプリの金獅子賞を取ったことで、彼女は世界の注目を浴びたんだ。続いて溝口健二監督の右月物語もベネツィアで受賞。さらに衣笠貞幸助監督の地獄門はカンヌ国際映画祭でグランプリ。主演級の映画が次々と世界最高の栄誉に輝いたから、いつしかグランプリ女優と呼ばれるようになったんだぜ。すごい。出演作が立て続けに世界一じゃない。まさに歩く伝説ね。でも、それだけ評価されるってことは、もちろん演技もすごかったのよね。もちろんだぜ。羅生門では野生的で妖艶な武士の妻。右月物語では男を惑わす美しい亡霊。そして地獄門では低粛な人妻。この全く異なる役柄を完璧に演じ分けたんだ。彼女の魅力は、なんといっても当時の日本人女優には珍しい。グラマラスで官能的な肉体美。その日本人離れしたエキゾチックな美貌と表現力が、黒沢や溝口といった世界の巨匠たちを虜にしたんだ。なるほど。世界に通用する、誰も持っていない武器を持っていたのね。その活躍は、日本だけじゃなかったのかしら？ああ、その活躍は日本に止まらないぜ。1956年にはハリウッド映画8月15夜の茶屋で、
名優マーロン・ブランドと堂々と渡り合い、共演を果たしているんだ。ここではコメディエンヌとしての才能も発揮して、ゴールデングローブ賞にもノミネートされた。悪女から聖女、そしてコミカルな役まで、そのグラマラスな存在感と変幻自在の演技で、日本映画の黄金期を世界に知らしめた。第7位、京町子はまさに世界レベルの伝説の女優なんだぜ。第6位、若尾綾子。第6位は、可憐な乙女から業の深い悪女まで演じ分ける変幻自在の女優、若尾綾子だ。彼女は日本映画が生んだ最高の美女と称される美貌と、唯一無二の可愛らしさを武器に映画界のトップに君臨したんだぜ。最高の美女、可愛らしさがポイントね。悪女を演じても憎めない、そんな魅力があったのかしら？その通りだぜ。デビュー当初は祇園林などで人気を博したが、彼女が女優として化けるきっかけは、鬼才増村康造監督との出会いなんだ。また監督との運命的な出会いね。どんな風に変わっていったの？増村監督は若尾綾子の内に秘めた情念を徹底的に引き出した。制作の妻では、夫を戦争に行かせたくない一心で、夫の目をつぶす狂気の妻を熱演。この鬼気迫る演技は彼女の代表作として語り継がれているんだぜ。夫の目をつぶす、可愛らしいイメージからは想像もつかない、強烈な役ね。ああ、入れ墨では男たちを破滅させる魔性の女を妖艶に演じた。そして、その存在感は映画にとどまらないぜ。1988年の大河ドラマ武田信玄で母役とナレーションを兼任し、今宵はここまでに致しとうござりまするが流行語大賞を受賞する社会現象を起こしたんだ。陶器のような肌の奥に燃える情念と狂気、可愛さと恐ろしさの共存、そして時代を超える声。これこそ若尾文子の真骨頂。まさに永遠のヒロイン、第6位にふさわしい大女優だぜ。第5位、田中絹代。第5位は、この人がいなければ日本映画の歴史は語れない。女優という職業の地位を確立した、まさに日本映画の母、大女優田中絹代だぜ。日本映画の母、すごい称号ね。名前は知ってるけど、どんなところが偉大だったの？彼女のキャリアは日本映画の歴史そのものだ。デビューは14歳。サイレント映画時代から活躍し、陶器時代には明るい庶民の娘役で国民的な人気を得て、日本初のアイドル女優になったんだぜ。最初はアイドル女優だったの？伝説の大女優が？そうだ。だが、彼女の進化はここからだ。戦後、巨匠溝口健二監督と組み、1952年の才覚一代女では、宮中から外省へと転落していく女性の壮絶な反省を演じきって世界に衝撃を与えたんだ。この演技は国際的にも絶賛されたぜ。アイドルから世界的な演技派女優へ、役にかける思いが強かったのね。その思いは執念レベルだぜ。1958年の奈良山伏港では、山に捨てられる老婆役を演じるため、本当に前歯を4本抜いて撮影に臨んだ。この役作りは今でも伝説だ。さらに、日本で数少ない女性映画監督としても6本の作品を残した。まさに日本映画界の全てを切り開いたパイオニアなんだぜ。前歯を抜くなんて、想像を絶するわ。アイドルから始まり、役のためなら全てを捧げ、監督としても道を開く、女優という存在そのものを作り上げた、まさに母ね。第4位、高峰秀子。第4位は、5歳で銀幕に立ち、戦前から戦後にかけて日本映画の頂点に君臨し続けた孤高の天才女優、高峰秀子だぜ。愛称はデコちゃんだな。天才子役としてすごく有名だった方よね。でも、孤高っていうイメージはなかったわ。どうしてそう呼ばれるの？彼女は天才子役として莫大な人気を得たが、その稼ぎに家族や親戚が群がり、養い続けなければならないという地獄のような日々を送っていたんだ。その経験から、誰にも媚びず、自分の足で立つという強い意志を持つようになった。そんな彼女の才能を最大限に開花させたのが、二人の名監督、木下圭介と成瀬幹雄だ。またしても監督との運命的な出会いが重要なのね。その出会いからどんな傑作が生まれたの？木下監督の二重視の瞳では、島の子供たちを心から愛する若い女性教師を演じ、
日本中を涙の渦に巻き込んだ。一方、成瀬監督とは浮雲などでタッグを組み、人生に疲れ、定感しながらも必死に生きる名もなき女の日常を見事に演じ切ったんだ。喜劇から悲劇まで、その圧倒的な演技の幅は計り知れないぜ。華やかな世界の裏で、そんな壮絶な過去があったなんて、女優としてのプロ意識も人一倍強そうね。ああ、高峰秀子は私生活では一切涙を見せなかったと言われている。涙は商売道具。ただで人に見せるもんじゃないが口癖だったそうだ。そして、人気絶頂の50歳で十分にやったと宣言し、女優業をきっぱり引退。その後は文筆家として才能を発揮し、一度もスクリーンに戻ることはなかった。群れない、こびない、そして振り返らない。この鮮やかな引き際の美学こそ、彼女が伝説たるゆえんなんだぜ。第3位、原節子。第3位は、戦後の日本人に理想の女性像として希望を与え、そして忽然と姿を消した伝説の女優。永遠の処女こと、原節子だ。永遠の処女、なんてミステリアスな響きなの。どうしてそんな風に呼ばれるようになったの？彼女の伝説に欠かせないのが巨匠小津安二郎監督との出会いだ。晩春や東京物語で、彼女は控えめで知的な日本女性の美徳を完璧に体現した。その気品あふれる佇まいと憂いを帯びた微笑みは、戦争で傷ついた人々の心を癒し、日本を代表する大女優へと押し上げたんだぜ。東京物語での姿は本当に印象的よね。ただ美しいだけじゃなく、深い愛情と静かな覚悟を感じさせるの。まさに日本の聖母のようだったわ。だが、原節子が伝説となった最大の理由は、そのキャリアの終え方にある。1963年、人気絶頂の43歳で忽然と銀幕を去ったんだ。引退会見で多くを語らず、その後は一切公の場に姿を見せなかった。一番輝いている時に引退して、それっきり、どうしてなの？何か理由があったのかしら？ああ、引退の真相は様々な憶測を呼んだが、本人が沈黙を貫いたことで、そのミステリアスな存在感は神話のレベルにまで高められた。スクリーンの中の理想の女性のイメージを微塵も壊すことなく、完璧なままファンの記憶に残り続けることを選んだんだ。戦後日本の象徴であり、最も美しい謎。第3位、原節子は日本映画史上、最も美しい伝説そのものなんだぜ。第2位、山田五十鈴。第2位は、芸道一筋、90歳を超えても舞台に立ち続け、日本の芸能史にその名を刻んだ不世出の女傑、山田五十鈴だぜ。女傑、すごい響きね。生涯現役を貫いたっていうこと？どんなところがすごかったの？彼女の凄みは、ジャンルを選ばない圧倒的な演技力にある。特に黒澤明監督の蜘蛛の巣城で見せた。狂気に囚われた妻浅地の役は圧巻だ。脳の動きを取り入れた独特の所作と、表情を変えずに恐怖を表現する演技は、海外の俳優にも大きな影響を与えたんだぜ。黒澤監督の作品で世界に衝撃を与えたのね。戦前から活躍していたって聞いたけど？ああ、溝口健二監督の祇園の姉妹や浪はエレジーでは、男性社会に反抗する気性の激しい女性を演じて、その地位を確立した。だが、彼女の真骨頂は映画だけにとどまらない。活動の中心を舞台に移してからも、狸などの代表作で観客を魅了し続けたんだ。映画でも舞台でもトップを走り続けたのね。まさに芸の道一筋ね。その通りだぜ。さらに、テレビ時代劇必殺シリーズでは、三味線の師匠でありながら凄腕の殺し屋という役で、お茶の間にもその存在感を知らしめた。映画、新劇、商業演劇、テレビ、その全てで頂点を極め、それぞれのジャンルで代表作を残した女優なんて、後にも先にも山田五十鈴くらいだ。90歳を過ぎてもなお舞台に立ち、後進の育成にも尽力した。まさに日本女優の最高峰。第2位にふさわしい、生ける伝説だったんだぜ。第1位、吉永小百合。ああ、ランキングもついに頂点だ。昭和、平成、そして令和へ。いつの時代も日本人の心を照らし、映画と共に生きることを選んだ、日本が誇る最高の女優。
栄えある第1位は、吉永小百合だぜ。吉永小百合さん。やっぱり、サユリストという言葉を生んだ国民的スターよね。でも、これまで登場した伝説的な女優さんたちを抑えて、なぜ彼女が1位なの？その理由を詳しく教えてほしいわ。いいだろう。彼女が1位である理由は3つある。1つ目は、その圧倒的なキャリアとスター性だ。1962年のキューポラのある町でスターの座を確固たるものにして以来、実に60年以上もの間、一度もその人気が衰えることなく、常に第一線で主演を張り続けている。これほど長く、国民的人気を維持し続けた女優は他に存在しないぜ。60年以上、ずっと主演女優。想像を絶するわ。でも、清純派っていうイメージが強いけど、それだけじゃないのよね？それが2つ目の理由、進化し続ける演技力だ。若い頃は清純派の代名詞だったが、年齢を重ねるとともに社会派作品へも果敢に挑戦した。天国の駅では夫殺しの女を、北の0年では過酷な自然と戦う開拓民の妻を熱演し、日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を4度も受賞している。常に今の吉永小百合にしかできない役を演じ、進化を止めないんだ。なるほど。清純な美しさだけでなく、人間の業や力強さも表現できる、真の実力派女優なのね。そして3つ目の理由は？ 3 つ目は、その生き様そのものが日本映画の象徴であることだ。彼女はライフワークとして原爆詩の朗読を長年続け、平和への思いを発信し続けている。その姿は、単なる女優という枠を超え、戦後日本の歩みそのものを体現しているようだ。人気、実力、キャリア、そして高潔な生き方。今なお新作が国民的な関心事となる唯一無二の存在。吉永小百合こそ、日本映画史上、最高の女優、生ける伝説なんだぜ。総評、まとめ。10位の岸恵子さんから、栄光の第1位、吉永小百合さんまで、本当にあっという間だったわね。アイドルから始まった女優、悲劇のヒロイン、ミステリアスな伝説、生涯現役を貫いた女傑。一人一人の人生が、そのまま一本の映画になるくらいの密だったわ。ああ、彼女たちはただ美しいだけじゃない。自らの人生を削り、役と一体化する凄まじい執念と覚悟があった。サイレントからトーキー、白黒からカラー、そして現代へ。激動の時代を駆け抜け、日本映画そのものを体現してきたんだ。その輝きは、まさに歴史の道しるべだぜ。本当にそうね。その情熱はスクリーンを通して、今も私たちの心に直接語りかけてくるわ。今回紹介した女優さんたちの作品に、改めて触れてみたくなったわ。日本の映画史を築き上げた偉大なる女優たちに、最大の感謝と敬意を。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。